180SX ですね、グレードはタイプ X。エンジンルームも3000キロ前ぐらいか、実はここら辺やり直してあって、ダッシュボード全然割れてないんですよ。はい、よっしーくん、こんにちは。こんにちは。今日は8月の9日、もうお盆休みですね。もう早い人入ってます。はい、と入ってるらしいです。一応お盆休みは明日8月10日からはい。10、11、12休んで13からやる。あ、そんなもんですか。もうちょっと遅い方がいいもうちょっと休んでもいいじゃないですか。14、15はもう予定入ってるかなあ、17も予定入ってるかな。そうなんですよ、意外とね、はい。そんな休まないです。買い取りなんだよね、販売じゃなくてね。あ、そうなんですか。もう在庫が今全然なくなっちゃってさ、はい。ホームページ載ってるのがあと5台ぐらい、 5台だけ。 5台だけあでやっと6台目入ってきましたみたいな感じなんだけれども、はい。でこれから入ってくるのがチェイサーのオートマが1台とか、はい。あとね、結局スポーツカー乗ってる人ってさ、俺もそうだけどさ、やっぱこれ1台で活動してる人ってあんまりいなくて、やっぱ別の車持ってたりとか、はい。あとはね、それなりにそのお金持ってる方だと会社の車があったりとか、はい。もう1台自家用でミニバンとかさ持ってたりっていうのがあって、はい。これから買い取り入ってくるのがチェイサーが1台、オートマ1台、マニュアル1台でしょ、はい。でマーク2今商談やってるでしょ、でインプレッサーの GRB のやつ商談やってるでしょ、はい。であと確定してるのでいうと、あとねプラドが入ってきたりとか、あ、プラド、はい。現行のアルファード、はい。WRX、インプレッサーの次のやつね、はい。の WRX、この3台が確定してるみたいな感じかな。はい。何やか若干分かんないみたいな。あと CRV もあるなそうっていう感じで、やっぱりその、メインはねスポーツカーっていう感じなんだけれども、はい。実際これだけでやってるわけではなく、はい。いろんな車、やっぱその今までかかったお客さんの中で売ります買いますっていう話でいろんな車を買い取ったりもありますし、はい。あとはね、ヨッシーもよくご存知の通り、そのうちはさ、他の会社さんからも車買うからさ、はい。やっぱ主要なお取引先の会社さん、ね、ディーラーさんも含めてあって、はい。そこでの下取り車であったりとか、大体下取り車とかなんだけどさ、はい。が結構入ってくるので、先月だけでも仕入れで多分20台、25台ぐらいはあるのかなってやってるので、はい。結構しっちゃかめっちゃかみたいな感じ、それはもう軽トラとかもあるしね、はい軽バンとかもあるしね、はい。いろいろあるんですけれども、そんな感じで、やっておりますと。ちょっとだから実際在庫はないんですが、結構忙しくやってて、はい。夏休みはそんなに取れないなるほど。という感じですけど、はい。頑張ってやっていきましょうって感じですね。はい。OK ですか？はい。はい。で、今回紹介させてもらうのは、こちらの車。よし君、何の車ですか180。？180。はい。数字で言うと180。 180はい。ですよね。はい。180SX っていう車ですね。はい。これの兄弟車姉妹車って何だか分かる？日産だから、日産だね。シルビア。お、シルビア。その辺ですかね。その辺ですか。そう、シルビアの兄弟車です。あ、兄弟。そう、なんですね。なんかね、兄弟車、姉妹車、なんかいろいろな言い方はあると思うんですけれども、はい。マーク2とチェイサー、クレスタとはなんかちょっと違うんだよな、感覚的には。なんか姉妹車っていう表現が合ってるらしいです。俺もよくわからんけど。一応っていう感じでした。はい、そうで今日紹介させてもらうのは、こちらの 180SX っていう車になりますね。はい、車の内容をお話しするとですね、ちょっとお待ちくださいね。これはね、1996年式、平成8年式の、7月登録の180になりますね。はい、でグレードはタイプ X っていうグレードになりまして、シフトは純正5速マニュアルと、走行距離15万キロ。パッと見綺麗そうですけど。綺麗そう。はい、もう綺麗そうに見える。この辺から見たら綺麗。この辺から見たらって感じですかね。はい、これヨッシーと取りに行ったの覚えてる？土曜日だっけ？そうですね。そう行きましたよね。はい。あの時から比べるとめちゃ綺麗になったでしょ。汚れもあったり、傷も多少あったり、傷もあったり、ですけど、アルミホイールが前後違ったり、あ、そうです。直感マフラーだったり、その日から比べたらだいぶ変わりました。ですよね。はい。っていう感じなんですよ。なんで買い取りでいただいた車なんだけどね、売っていただいたお客さんも、はい、お、俺の車めっちゃ綺麗になってるやんという感じで思っていただけるんじゃないかと思いまして、今日はそんなお披露目会でございます。はい、よろしいですか？はい。はい。じゃあそんな感じで、夏休み前ですが、暑いですが、気温言ってなかったな。気温33度ですね。はい、やっていきましょう。はい、じゃあ本日よろしくお願いします。お願いします。はい、
じゃあよし君やっていきましょう。改めましてですけれども、今日紹介させてもらうのはこちらの車です。日産の 180SX ですね。グレードはタイプ X、初年度登録は、平成8年の7月なので西暦でいうと1996年になりますね。はい、はい、で、車検もね来年の12月だから1年半までいかないか、はい、残っているという感じで、純正5速マニュアル、走行距離は15万5000キロかなっていう車になります。OK ですね。はい、でそうこの車はですね、さっきヨッシーが言ってもらったように、シルビアの、姉妹車で、シルビアって、歴代歴史があるんですよ、車ってね。はい、最後の方は S15 シルビアでしょ。はい、で、S13 シルビアの、姉妹車っていう感じになって、S13 シルビアはうちでも1回やったことあるよね。やりましたっけ？やったよS13 シルビア、僕のうちの近所のお客さん乗ってるからね。ああ、そう家通るとね、毎回見てまだあるかなっつって、たまにショートメールとかで、はい、メッセージやり取りしたりするんですけど、そうで、姉妹車なんですけれども、はい、ですね、実はこの車ってもともとはねアメリカで売ってたんですよ。北米と欧州でも売ってたのかな。はい、ヨーロッパとかでも売ってたんですか。欧州はヨーロッパですか。そうで、北米でも売ってたんですよ。はい、で簡単に言うと、アメリカでは S13 シルビアは売れなかったんですね。なんで売れなかったと思いますか。売れなかったってね、発売できなかった。売ったけど売れなかったじゃなくてね。はい、うん、なんでだと思いますか。発売できない理由があったんですね。サイズとか。サイズヘッドライトが S13 シルビアってさ、こう長っぽそくてさ、下に位置してるじゃん。はい、それがねアメリカのその安全基準を満たさないらしく、なのでヘッドライト形状だと売れなかったんですよ。なるほど。なので、S13 シルビアっていう形では売ってなくて、はい、これは180ですよね。はい、240SX、240っていうかな、はい、240SX っていう名前で北米で売ってたんですよ。240ね、はい、SX っていう名前で売ってましたと。はい、で、このヘッドライト先にやりますけれども、はい、ね、リトラクタブルヘッドライトですね。あ、はい、そうね、これですね。そうだ S13 シルビアだと多分ね、ここら辺にヘッドライトが来るのかな分かんないけど、それがやっぱ基準を満たさないから、はい、リトラクタブルにした、この形にしてヘッドライトを、ね、つけるときは上げて、でそれで、向こうの保安基準に当たるものですかねを満たして、発売されてたっていうのが一番初めらしいです。で、その後に日本に入ってきて240じゃなくて、180っていう名前で入ってきましたと。はい、で、さっき言ったこの180、240、これって何を表しているか分かりますか。排気量。そうだよね。はい、そう一番初めの180は S13 シルビアもそうなんだけど、はい、1800cc のターボエンジンか NA かな、はい、で、設定されてたんですよ。だからこの180は一番初めた時は 1800cc、はい、でアメリカで売ってたの240ってことは 2400cc ってことですよね。はい、なんだけど、2400cc の NA エンジンになったのよ、アメリカで売ってたの。NA、日本はターボ、はい、アメリカは、NA エンジンという感じのラインナップでしたと。はい、で、180に関して言うと、この方何回かマイナーチェンジをこう繰り返してるんだけれども、はい、中期型からは、2000cc になって、はい、で180って名前なんだけれども 2000cc になったという感じです。 OK ですか。はい、大丈夫ですね。わかりました。で、後期型になると180でずっとターボエンジンしか出てなかったのでさ、はい、後期型になると、NA エンジンの設定があって、2000の NA、SR20DE かなの設定があったりとかしたんですけれどもね。はい、で、話戻っちゃうと、この車に関して言うと、さっき言ったように1996年の、7月登録かなんで中期型になりまして、エンジンは SR20DT のターボエンジン、2000cc の方のターボエンジンが積んでるとっていう感じになります。大丈夫かな、わかるかな。ある程度わかりましたね。はい、そうっていう車なんですよ。S13 シルビアは、はい、その後に S14 シルビアに変わって前期後期になって S15 シルビアが出てっていう感じで、こうマイナーチェンジフルモデルを繰り返したんですけど、180に関して言うと、1989年だから平成元年ぐらいかな、はい、に一番初め出てから、はい、平成9年までかな、だから10年間ぐらいねこの形のまんま売ってて、 S14 は変わってんだよ、ちょこちょこ変わってるんだけど、180はもうこのまんま、この形のまんま売ってて、はい、でこの代で終わりっていう感じ。この名前自体を使っている車はこれで終わりっていう感じなんで、はい、希少なのかな、はい、っていう、そんな歴史の車でございました。 OK ですね。はい、はい、さっきウィキペディア見ただけなんですけど、ウィキペディア情報はっきり言って S13 シルビアもそうだし、はい、180もそうだけど、はい、当時、ね、僕ら中古車で買う時さ、俺は18ぐらいの時ってスポーツカーの方あんま行かなかったんだけどさ、はい、スポーツカーとか乗ってる子たちって多分グレードとか歴史とか全く気にしないからさ、ただ走って
ドリフトできりゃいいみたいなはい感じだったんで、はい、あんまりそういう歴史とか知らないで来てるんですけれども、はい、一応車の歴史はそんな感じでございました。 OK ですか？はい、はい。じゃあですね、早速外装を見てみましょう。買った時とうちがいただいた時に譲ってもらった時と、はい、どれぐらい綺麗になったかを、見ていただければと思うんですが、はい、まあとはいえね、ぶっちゃけよく見るとちょこちょこ傷残ってます。完璧には直してないです。はい、なぜならば、まあ、言い方変だけどやっぱりドリシャだとは思ってるので、はい、まあ、いかに安く出せるかが結構勝負かなっていうふうには思ってるのよ。はい、要はそのパリッと仕上げて300万400万とかっていうふうに売る車じゃないと思ってるので、はい、まあ、最低限見れるようにして、最低限期間的問題ない車検通るなり通常の状態にしていかに安く販売できるかっていうところがちょっとコンセプトだと思ってるので、はい、なんでまあバンパーね結構バッキリ割れてたやつなんかは確か直したんだよねこれ、はい、なんだけど、まあ、こういうところのクリアの割れとかはもう一旦そのままにしてもらってます。とにかくバンキ屋さんにちょっと安く直してくださいっていうふうにやってたので、こういうところにひび割れちゃったんだとかね、こういうふうにありますけれども、さっきヨッシーが言ったように遠目で見れば綺麗みたいな、そんな感じでございます、はい、横はこっちから見た方がいいか。で、ホイールに関しては、XXR の513だったかな、はい、のアルミホイールですね、はい、17インチだよな、書いてある？17インチですね、はい、がまあ入ってるという感じです。でこれもまあやっぱ傷ついたりやれが出てたりとかで、タイヤに関しても、まあ、ザ走ってましたねみたいなタイヤになってますよね、はい、結構やってましたねっていう感じですね、はい、はい、まあこんな感じのタイヤになってますが、まあ走るんでそのままにしてあります。どうせ皆さんズルズルするでしょっていうところがあります。でもともとはね前後異形のタイヤになってたんだけれども、タイヤホイール、はい、もらった時ねなんだけど、タイヤをちゃんと新品買ってケンダかな、ケンダだっけだよね、安いタイヤなんですけれども、はい、買って新品くっつけてとりあえず走れるようにしてホイールを前後揃えましたと、はい、こんな感じになっております。まあ、サイドステップも刻ったんだけど結構綺麗に直ってんじゃないかなと思いますね。はい、であとは傷でいうと、まあ、ルーフねちょっとへこみあったりとか、まあ、こういうところサビとタッチペン出てたりとか、もうこういうのはもうそのままにしてありますという感じでございます。で後ろ行ってもまあまあ一応見れるようにはなってて、まあ多少ねこういうねクリアの割れとかあるものの、はい、まあいいでしょこれぐらいっていうそんな感じでいってますと。あとこっちか、こっちにちょっとね傷とタッチペン跡ありますけど、まあいいでしょこれぐらいね。目立つわけではないですね、そんな。そうだね、はい、っていう感じでございました。まあ左側もこんな感じという感じなんで、まあちょこちょこよく見れば細かい傷はあるけれども、まあまあ全然いいでしょみたいな、走り屋の車だったらこれめっちゃ綺麗でしょみたいな、そんな感じの仕様になっております。 OK ですか？はい、はい、じゃあ次は内装を見てみましょう。内装に関しては、はい、こんな感じになっております。よっしー君、この運転席のシートすげえ違和感あるでしょ？そうですね、なんか質感がちょっと違和感あります、ね、違和感ありますよね、はい、これ全然違う車のシートなんですけど、何のシートか分かりますか？何ですかねこれね、シルビアのシートです。 S15 の。これはシルビア。そう、 S15 シルビアの L パッケージか、はい、のシートかなになってるんですけど、もう割れもひびも出てますので、はい、っていう感じです。じゃあなんでこんなシートがついてるかっていうと、まあ、元はね別のバケットシート入ってたんですよ。はい、でお客さんそれ取り外して、はい、でとりあえずねこのシートくっつけて、渡してくれたっていう感じです。はい、なんで次のお客様も、このシートとりあえずなので、まあ、別にこれでいいっていうならいいんだけれども、はい、お気に入りのバケットシートとかに書いてあげた方が走りはいいと思いますよと、そんな感じでございます。はい、で中に関してはまあ、この車のとてもいいところってダッシュボード全然割れてないんですよ。めちゃ綺麗でしょ。まあめちゃ綺麗っていうかまあ普通でしょ。そうですね。そうだよね。はい、で S13 シルビアも180も結構ここね縦ひびバキバキに割れるんだよね。こうだ本当にもう見れたもんじゃないっていうか、まあでもそれが普通なんだけどさ。はい、っていう中で、この車はねここがちゃんと残ってるのは、とてもいいですという感じなんで、はい、まあうちもねこのカバーかけてさらに日よけやってで展示してるんだけれども、まあ、外装はさ簡単に直せるけどさ、はい、内装ってやっぱりねなかなか直せないところになりますので、はい、まあ、こういうのがちゃんと残ってるしっかりしてるっていうのはいいんじゃないかなと思いますよね。であとはワークスベルの方がねクイックリリース、まあ、こんなのもついてますからね。
これがついてたりとか、ちょっとエンジンかけますね。であとはヤシオファクトリーの岡ちゃんウォーターテンプですね。はい、こんなのがついてたりとか、ナビゲーションはカロツィレなんだけど、これ地デジはねアンテナないから映んなかったんだよね、はい、っていう感じでした。これ買い取った時に確か0キロにしてるから、市場150キロぐらいはしてるのかなそんな感じです。まあエアコン、パワーステ、パワーウィンドウとかそこら辺はね全然普通、意外とここら辺ちゃんと動くんですよ。でミラー、パワーウィンドウスイッチね、頭ちょっとないのが何か所かあるんですけど、まあ、一応ちゃんと動くんで、動きはいいでしょうということで、これそのままにしてあります。はい、エアコンもちゃんとコンプレッサー回って問題なく効くと。タイプ X だからオートエアコンだったかな、確か。こんな感じですね。ちゃんとコンプレッサーカチッとやってね、という感じでございました。なんでね、内装のクオリティはシートを脱がせば、かなりいいんじゃないかなというふうに思っております。OK ですか？はい。じゃあ次はエンジンルーム行ってみましょうかね。エンジンルームもそこそこ綺麗にしてあげました。まあ見れるようになってるんじゃないかなと思います。で、変わってる部分としては、銅3層だったかなの車外のラジエーターが入ってて、であとはトラストのインタークーラー、でっかいのが入ってますね、入ってたりとか、であとは H ケースのエアクリ、これですね、が入ってますと。であとは、車外のステンレスの液マニが入ってるんだけれども、ここら辺実はね、何キロだっけな、15万2000キロだから、今15万5000キロでしょ、3000キロ前ぐらいかのタイミングでね、実はここら辺やり直してあって、その時にショップさんでステンレスの液マニこれをつけるじゃん、そうステンレスの液マニをつけて、でフロントパイプを DMAX のフロントパイプ、下潜ると見えるんだけどさ、がついてつけて、であとはタービンはそのままになんだけど、タービンはこれノーマル純正なんだけど、タービンのね、タービンアウトレットパイプを、これをどこだ、透明のに書いてあるでしょ。であとは KTS の、タービンのライン、ウォーターライン、オイルライン、ここら辺を変えてっていう形で、ここら辺一回整備してね、社外品にくっつけてきれいにしてあるんですよ。これホームページとかにちょっと見てもらえればって感じです。あそこに、ね、メッシュホース、ステンのメッシュホースとかさ、ちょっと見えるかな。そうだね、それだね。そうだ、ここら辺を一回りしてきれいにやってあげてるという感じなので、意外とその時にかかってる費用がね、36万ぐらいかかってますから、意外とお金かかってるっていう感じでございました。であとエンジンルームの状態としては、シールの錆、そこ出てるんで、でもこれぐらいかな。ちょこちょこダメージはあるものの、いいんじゃないっていう感じ。そんなに錆でグズグズになってるっていう感じじゃないので、まだ許せる範囲なんじゃないかなと思います。 OK ですか？気になる人はゴシ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 削って錆取ってタッチペンしてあげればという感じですかね。であとは後ろと、下回り、いきますが、そうだね、前にもあったけども、タワーバーね、前後ついてますので、であとトランクルームが一応こんな感じになってますと。で、ここに書いてありますけれども、燃料ポンプもね、透明の燃料ポンプに変わってるので、っていう感じでした。で、後ろ見てもらうと、この車修復歴ありなんですけれども、まずその修復歴の箇所としては、1箇所まずバックパネル、トランクフロア、もう結構シールがグズグズになってるんだけどさ、結構直し方荒いけど、スポーツカーだしって感じなのかな。この辺ね、この辺ね、この辺ね、っていう感じでした。 OK ですか？なんで後ろと、あとね、左後ろもね、クォーターパネル、こっちのパネルですね、ここら辺とかも交換してありますという感じですね。で、どっちからいこうかな。先に下回り見ちゃおうかな。下見てもらうと見えるかな。そこそこ普通に錆ありますと。あとこのマフラーね、めちゃ音うるさそうなんですけど、実は見た目だけ、で結構静かです。そう、こんな感じですかね。
そうで修復歴ついでにお話しすると、さっき言ったように後ろのバックパネルとリアのトランクフロアとか修正してたりとかもそうですし、はい、あとはこっち側の、サイド側も修復液入ってて、はい、サイドステップこれですね、これもね切ってね交換してあるんですよ。切ってる、そう、はい、ここね、ここからね、はい、交換してあったりとか、このクォーターパネルも交換してあるので、もうわかりますよこれ、つなぎ回ってないんですよ。こんな感じ、はい、でね、修復歴のポイントで言うとね、覚えといた方がいいのは、これかな、ちょっとさ、イボイボイボってなってるの分かる？これ修復歴講座みたいな話になっちゃう、これなんだか分かる？こんなの純正じゃないんですよ。はい、で本当はこれ純正だとこれがぴっちりあって、はい、で大体これの合わせ目にスポットレスがパンパンパンって打ってあるような感じなんですけど、はい、あからさまにずれてるでしょ。はい、そうでこれはね、フレームが曲がった時とかにギュッてこうつまんでギュッて引っ張るやつなんですよね。フレーム修正器ってやつですね。はい、だから何らかの形で衝撃が入って奥に入ったのかな、つまんで、はい、引っ張る時にグッて力がかかるんでイボ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 ってなってると。その後なんですか。そうその後。だこういうのがこういうところにあったりとか、はい、あとは下回りでもジャッキポイントのいないか、これじゃ分かんないかな、分かんないよね。お手が分かりそうだね。ジャッキポイントのこういうところ、はい、こういうところにもガシャって掴んでギュッて引っ張ったりとか、はい、するので、こういうところにこういう修正器とかがあると大体修復液ありかなっていう感じ、はい、そこをギュッて引っ張りなり押さえるなりして修正かけたというふうに思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、なんでこの車ね、前はねそんな左前ちょっとぶつかってる、軽く当たってるかなぐらいだけど、別にいいでしょうっていうレベルで、はい、どっちかというとサイドからリアにかけて、修復歴があると、ここら辺がダメージ大きいかなっていう感じで、考えてもらえればいいと思いますね。はい、でもね全然いい方だと思う。さっきも言ったように当時僕ら免許取った時、はい、で走り屋やってた子、だから20年25年前とかですか、はい、それこそもっと多分おじさまの世代になると、もうちょっと上の世代とかになると多分本当に5万10万とかさ、先輩から5万円でもらったとか20万円でもらったとかさ、そんなレベルの車だったと思うので、はい、原型とどめてなくてドーンって走って廃車にして終了みたいなのが多分世の中たくさんあったと思うんですよね。はい、多分そうやってきた方々もたくさんいらっしゃると思うんで、コメントいただければと思うんですけれども、はい、の中でなんかこんだけちゃんと原型とどめて、しかもちゃんと走る状態である車って結構珍しいと思ってるので、はい、それはそれで貴重なんじゃないかなと思ってますと。ただそんな中でもじゃあいくら貴重だからって言ってさっき言ったように300万だ400万だ500万だとかってバリッと仕上げて売る車じゃないかなっていうふうには思ってて、はい、やっぱりこいつは走らせてなんぼみたいなところはありますし、はい、で過去もやっぱ走ってきた車ですし、はい、でこれからもさっき言ったようにフルバケ入れちゃえば、スピンターンノブとかも入ってるし、これニスモの LSD とかも最近入れたばっかりなんですよ。そうなんですね。前のお客さんね、はい、入れたばっかりだから、変な話そこ遊び行けるよねこの車みたいな、はい、そんな仕様になってるので、はい、遊び車だったら走る車だったらそんなに綺麗に仕上げてもっていうところありましたから、はい、この程度にしてありますという感じでございました。はい、OK ですか？はい、はい、じゃあ一旦はこんなところでいいかな。締めていきましょう。はい、はい、ジェンシュ君一応そんな感じで、はい、終わろうかなと思ったんですけれども、はい、大事なこと1個忘れてますよね。なんか忘れてましたっけ？なんか忘れてます、はい、マフラーサウンドを忘れてます。マフラーサウンドエンディングではありますが、はい、マフラーサウンドもいきます。ちょっと前ずらすね。はい、これがマフラーでいうと、はい、エンジンがだから20の DT でしょ、はい、ステンレスの液間に入ってます、はい、でタービンはノーマルです、はい、でフロントパイプは DMAX の、デュアルタイプのフロントパイプが入ってて、はい、で触媒はノーマルで、そうリアのマフラーはアペックスの、マフラーが入ってる、一応そんな仕様になってます。はい、OK ですか？はい、では行きます。お願いします。
げえ静かになったでしょ。そうですね。意外と静かですね。そうなんですよ。見かけ倒しで、はい、全然静かで車検も通りますと。はい、だからこの車で唯一車検通らないのは、まあフロント、まあ、リアもダメかな、タイヤかな、タイヤホイールか、それぐらいですね。あ、そうそうそう、これね、あとあれだ、S14 のシルビアのフロントのルアーアームとかも入ってるんで、はい、まあ、通常よりもちょっとキャンバー角がついてるのかな。ちょっとこれあれだね、下げた方がいいね、日が当たるから。っていうね。そんな感じなんですよ。はい、じゃあ一応そんなところで OK ですか？はい、改めましてですけれども、今日紹介させてもらったこちらの 180SX ですね。はい、平成8年式、西暦でいうと1996年式の、7月登録なんで中期型、グレードはタイプ X、エンジンは、ターボ付きのエンジンになりますね。で車検は来年の12月で走行距離が15万4600キロと、はい、で修復歴はがっつりありますという車のご紹介でした。 OK ですか？はい、はい、でよし、なんか質問ありますか？いやこの車のこと全然知らないんで、まあそうでしょうね。ちょっとどういう層に人気とかもそこまで今わかんないですけど。なるほど。まあ当時からそうだけど、やっぱり若者になると思うんですけど、はい、昔の若者はやっぱ走るっていう目的ありきで、はい、多分結構人気だったと思うんですよね。はい、でも最近の若者ってさ、はい、どっちかというとファッション的な要素の方が多分強いかなと思ってて。そうですね、だからやっぱチェイサーとか、まあ、シルビアとか、そうだね、RX7 とかもそうかな、まあ、買う子でそのままサーキットでバリバリ走ってる子って実はあんまりいなくて、どっちかというと S2000 かのお客さんと、はい、あと GTR 系かな、はい、がちょこちょこサーキット乗ってってますみたいな、あとはまあ86とかかな、はい、っていう感じの人が多いかなと思ってて、だからこの車を買う方は多分今の若い子が買うっていうよりかは、はい、まあどっちかっていうと多分まあそこそこお金があって、はい、ドリフトしたいな、またドリフトやろうかなみたいな人が、とりあえずなんか当時の車で走りたいっていうので買われるみたいな、値段も価格的にねちょっと離れてるっていうのもありますから、はい、でなんかそんなイメージじゃないかなとは思いますよね。普段乗りっていうよりは、なんかそういう遊びとして使う人、なんか使う方が多いんじゃないかなっていう気がするかな。まあ、あとはやっぱりね、うちだとね、ご近所さんにその横田基地がありますから、まあ、横田基地の、米兵さんなんかはとりあえず日本来て、まあ、100万200万300万ぐらいで絶対みんな探すんだけども、まあここら辺選ぶのかなっていう、そんな気はしてますね。ただやっぱうちとしては、まあ、いただいた車、ドリ車専門店とかだとさ、もう結構さっき言ったように前後異形のホイールとかもエアロバキバキの状態とかでも売ってるお店ってたくさんあるんですよね。はい、でもううちの場合はやっぱちょっとこう買い取っていただいたお車はなんとか見れるように復元してあげたくてさ、はい、だからよしちょっと動画挟んでほしいんだけど、帰り道に撮ってもらった動画とかちょっとあって、はい、あそこら辺を挟んでもらってと前後のホイールは違うわ、さっき言ったよね、超直感マフラーだから、はい、なかなかあの状態で走るにはちょっと厳しいし、はい、で売る側もありますから直感マフラーで無直感だからさで、帰られてしまってもですね、はい、うちとしても一応競技車両として販売させてもらったとしてもちょっと立場がありますので、はい、最低限なんかまあ皆さん許してもらえる仕様にして販売するっていうのが一応コンセプトであるので、はい、まあうちに売っていただくお客さんはね、まあそうやってこうちょっと自分じゃ手に負えない面倒くさくなっているっていうのを出してもらって、もうこうやって復活された車を見るっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、OK ですか？はい、はい、じゃあそんな感じで、明日から夏休みに入りますが、これ夏休み最後の動画ですね。いつ上がるんですか？8月中に上がるんですか？近日中に。近日中にね、やっていきましょう。はい、また次回もよろしくお願いします。はい、引き続きよろしくお願いしました。ありがとうございました。今日紹介させてもらうのはこちらのチェイサーですね。グレードはツアラー V オートマチック。車はねノーマルです。マフラーだけ車外が入ってるだけで、かなり状態いいんじゃないかなと思います。正直エンジンルームで今ちょっと気になることあります？